こんにちは、直樹です。ラジオを撮ってみてるんです。周り結構ノイジーなんでね、ちゃんと撮れてるかどうかわかんないんで、雑談ラジオで。ということでね、ラオスに行ってきたんですよ。ラオス、いや楽しかったですよ、ラオス。知ってます？ラオスってどこにあるか。ラオスはタイと中国の間、周りがタイ、中国、ベトナム、ミャンマーだったかなに囲まれているこの内陸国の、まあ暑いですね。暑い国、超暑い国で、そこに行ってきました。なんか雨季が始まっていてなんかすごい夕立にあったりとか、いきなりこう気づいたら上が黙々とでっかい雲にこう成長して、すごい雨が降ったりとかもしていたんですけども、それが止んでしまえばもうカラカラじゃないな、ジメジメだな。だけどすごいこう天気は良かったですね。で、今このラジオを撮っているのはスロベニアなんですけど、まあ過ごしやすいね、こっちの方が全然過ごしやすい。いや、カラッとしてるしさ、なんか空気が乾燥してるんだけど、高湿度よりは全然なんか北海道みたいな気候かな、言うなれば。そんな感じで今スロベニアなんですけども、ラオスの話をしていこうかなっていうふうに思いまして、なんでラオス行ったのかっていうのはですね、知り合いがいまして、そうラオス人の知り合いが日本語話せる神田さんっていう名前出しちゃうんだはい人がいるんですけど、その人にね会いに行こうと思って、前回ねラオスに行った時に知り合って、でじゃあ次のオリンピック終わったら行きますねっていう、ちょっと会いに行こう。行きました。でその人がねホテルの授業になってるんで、そこのホテル泊まって一番楽ちんだから直接ねホテル泊まっていいっすかっつって予約をして泊まりました。でラオスはね今回は飛行機で来ました。今回はっていうのは、前回僕夜行列車で行ったんですよ。そうタイのバンコクからラオスのビエンチャンの手前のノンカーイっていう町まで夜行列車がで、そこからね世界で一番短い国境を越える鉄道がね走ってたんですけど、本当に国境の橋を越えるだけの電車が走ってたんですけどね、もうなくなっちゃったんですけどね。それに乗って行ったんで、今回は初めて空路飛行機で入りました。ラオスってすごいねちっちゃい国で、あまり裕福ではない国なんですよ。だからねその空港はどんなもんじゃいと思ってたんですけど、全然立派な空港でした。綺麗だし、そうで結構ね中国の方とか韓国の方が多くて、びっくりしました。中国は隣接してるから遊びに来るのはなんとなくわかるんですけど、韓国なんだと思って、直行便もあるぐらいね韓国の方が多いんですよ。日本とは直行便は今なくてね、なんか作る予定みたいなの書いてあったけど、いつできるのか分かんないけどでも韓国の方も多くて、で結構ね韓国語の表記、中国の語の表記、あとはラオス語の表記が結構入り乱れてる。英語もね結構インターナショナルなエアポートなんでありましたね。でそんな感じでラオス空港に着いて、僕バックパック一つで行ったんですよ本当になんかDB の僕が使っているバックパックのかっこいいバックパックがあるんですけど、それを背負って行きまして、でふらふらとねこう僕だけでしたよね、そんなバックパック行く方。本当にバックパッカーの方はさ結構いたんですよ。欧米の方もいたし、本当にでっかいバックパックとちっちゃいバックパックをやってたんですけど、僕本当にちっちゃいやつだけで行ったんで
もうねなんというか浮いてましたけども、まあでも普通にね。で前回僕ね、なんか入国にはなんて言うんだろうね、入国カードみたいなのが必要で、まあ紙で書いて詳しい情報を書くんだけど、名前とか生年月日とかどこに泊まるかとかそういうのも書くんだけど、今年からなのかな、なんかデジタルのものが始まっていてすごく楽でした。 QR コードを見せて、でパスポートを見せて OK みたいな感じで入国すること、超楽ちんでよかったです。はい。ほんで入りまして、でね、ラオスはラオペイという QR コード決済がメインなんで、中国のアリペイとかに近いかな。でも国が多分主導でやられてるような感じだと思うんですよね。本当にどこでも使える、屋台でもタクシーでも使えるしね。でそれをダウンロードして、ロカペイっていうね、外国人用のそういうアプリをダウンロードして使おうと、ちっちゃい決済が多いんですよ。僕はタクシーもねすごく安いんで、トゥクトゥクみたいなやつね乗って、本当に1回の移動100円とか150円ぐらいで、結構いろいろ忘れちゃった名前、そうアプリがあるんです。そのアプリでトゥクトゥクだ、もう値段が先に出てくるからぼったくられることもないし、その値段をちゃんと払えばいいし、そういうのを使ってたんですけど、QR コード決済、外国人だと手数料が結構かかるんですよね。結構と言ったって何百円とかかかるわけじゃない。その物価からすると結構高いです。そうだから現金でやるかと思って、ラオスキープ AAK だったかな、略が。でそのラオスキープをね両替をして、で難しいんだよな。1万ラオスキープで70円ぐらいだったかな。で10万ラオスキープで700円ぐらいだから、で1万円を交換すると130万ラオスキープぐらいだったのもう分かんないでしょ。してね、小銭じゃなくて全部札束なんですけど、ゼロが多くて分かんないわけよ。もうゼロばっかり、どれだみたいなでね、新札旧札が結構入り混じってて、大きさも違うし、大きさも色も違うのに同じが5万キープのがあって、よく分かんなくて、結構それもね苦労したんですけど、でも基本的には向こうではで大きいお金と、ホテルとかねは、ラオペイで QR で払いました。ラオペイはねクレジットカードを登録、でも結構ね手数料かかると思うね。そもそものクレジットカード手数料とラオペイ自体の手数料は 5% 以上持ってかれるんですけど、あとねラオスキープ自体があんまり強い通貨じゃない、聞いたことないでしょ。僕も聞いたことありませんでしたよ。でだからね、意外と現地ではタイバーツとか US ドルとかが結構流通しているというか、普通に使われていて、特に大きい決済だとドルがいいなって言われることも結構、そういう時はねクレジットカードに対応してくれたりとか、クレジットカードで決済をするんだけど、クレジットカードで決済される通貨はドルだったりね。日本にいたらあんまり考えにくい、自国の通貨がなんて言うんだろうね、弱いと、本当に弱いってあれだよ、円安がっていうレベルじゃなくて、本当にもう弱い、本当に弱いとやっぱそうなるのかで、信用もだからあれだよね、ユーロとかって結構うまくできてんだなと思って、僕今スロベニアに200万人しか人がいない、札幌市と変わんないぐらいなんですけど、そこの中で独自通貨があったとして、例えば周りにドイツとかいるわけじゃないですか、フランスとか、なんかそういうところと渡り合おうとしたら絶対ね、自国の通貨って弱い立場にあるよね、ずっと。だって10倍以上の人がいいんだもん、向こうは。10倍20倍ぐらいの人がいるのか。ユーロはね統一をしてやってるわけですよ。うまくやってるかどうかはちょっとまた別として、面白い試みをしてるわけですよ。でその話は置いといて、ラオスキープの話もそう。
でね、結構いろんなところキャッシュとラオペイは QR 決済は対応していて、そうまあ困らなかったですね。特に困りませんでした。で結局僕1万円分を空港で両替して、でその後に市場でもう1万円を両替したんですけど、まあ2万円4日間行ったんですけど、2万円あったらね、結構豪遊って言い方あんま良くないけど、結構いろんなことができる。まあ観光客向けのものってたくさんあるんですよ。例えばカフェとかホテル、いろんなサービス、マッサージとかなんか言ってないけど、あとはアクティビティとか、まあ、そういうのはね観光客向けで割と物価感として日本よりも高いんじゃないか。カフェは別だけどローカルなもの、例えばなんかピザ屋さんが結構あるんですよ。なんでラオス行ってピザ食事に冒険しすぎて一日ちょっと具合悪くなったわけじゃないけど、食欲ねえなみたいな日があって、あピザ食うかと思ってピザいいね、いやピザ美味しかった。そう、まあ、そういうねピザとかピザ1枚で400円払ってないんじゃないかな、弱ぐらい。普通に全然普通のピザ、もうちょい大きいかな、もうちょい大きいな、25センチ弱ぐらい。すごいよね、すごい安いと思う。で、まあ、そういう物価感で、カフェとかに行くと、カフェはねこうピンからキリまでだいたい多かったな。カプチーノをね、僕はもうほぼ毎4万キープが結構平均だった。キープぐらいが相場で、だから300円くらい、行かないとか300円いかないくらいでこうカプチーノが飲めて、まあ日本だとそんなもんかみたいな感じにはなるかもしれない。ヨーロッパにいたらカプチーノ3ユーロとか 3.5 ユーロとか、たまに4ユーロとか700円800円普通のカプチーノだよ。スタバに行こうもんならもう全然1500円コースよなんでね、そういう面ではねこう安くて美味しい、本当に美味しいんだよラオスのコーヒーカプチーノ。美味しいものがなんか未知の食を求めるんです。冒険するととっても面白いんですが、市場にも行ったんですよね。市場はねなんか現実を見たというか、さああんまりこういうの言うと良くないと思うんだけど、昔流行り病があったわけじゃない。で感染症がなんかね、いろんなこう市場の動画とかが流行り病初期には結構流れてた。でなんかそういうのをやべえなとか思ってたけど、ラオスも普通にあります。そういうのはすごいハエ飛んでたどころじゃなく、なんか普通の外暑いんですよ。夜も30度超えるんで、そんな中もう普通に肉が生のままドンって売られているわけですよ。冷たいものの上でもなく。そういうところになんか超巨大なハエたちがすごい飛んでたりとかして、なんかそういうのを見てるとこれが現実かと。さすがにちょっと僕は食べることを、それはけどさ、そこに住む人たちにとっては普通だからね。でちゃんと本当になんか欧米のような衛生状態のいいスーパーマーケットがある。ちょっと高いんですよね。日本よりちょっと安いかなぐらいだけど、ってことは人たちにとっては高いわけですよ。で、多分気にしないだろう。昔からそういう状況なんて難しいね。生きるってこういうことなんだっていうのを感じさせられるような市場で、一番こう衝撃的だったのはそれをね普通におばちゃんとか買うんですけど、その横にも普通に屋台があるわけですよ。ご飯とか、そういうところのお肉とか生鮮食品もそんな感じに置いてあるわけですよ食べてんのかなっていう疑心暗鬼。でも美味しいんですよ。特に卵料理が美味しいですね。オムレツ美味しかったし、オムレツ結局3回ぐらい食べたかなとか、卵はまだ火通してたからこう信用はできるというか、まだちょっとこうね生きてはいけんのかなっていうふうに思ってあったりはしてたんで、最初の方は。けどみんながそれが現実を見に行くというか、
生きるってこういうことなんだっていうのをこう感じるような食事場というかでしたね。ちゃんとこう観光客向けのところはもう衛生状態はしっかりしていて全然問題ないような感じだったんだけど、一歩足を伸ばすとというか一歩ローカルに踏み入れるとそういうところが多かったです。けどね、治安はめちゃくちゃ良くて、全然夜歩いてビエンチャンはね郊外は分かんないですよ。結構人身売買とか問題になってるような地域もある。それはちょっと分かんないですけど、ビエンチャンは安全なところでした。ただ、現地に住んでるフランス人に学校の先生してる指導をしていたら、ビエンチャンはつまんないからルアンパパーに行けとこれはこういいラオスがあまり見られない街だからっていう、そうもっと奥のねルアンパパーンっていう街があるんですけど、そこに行けというふうに、今回は時間なくて次ねその知り合いふうに楽しかったですよ。通じていろんなやっぱり日本とかってこういろいろ言われてるけど、すごい幸せで便利な国ラオスね、ぜひ皆さん行ってみてください。日本から行くんだったらね、バンコク経由か、あと中国の各都市、上海とか経由かな、あと香港の経由もあって行けるので、あとベトナム系結構ちょっと遠い国ではあるけど、日本で有名なタイとかバンコクとかシンガポールとかと比べて少し気持ち遠い国ではあるけど、すごい近しいものを感じる場面時々あるのでね、ぜひ特にねもち米が超美味しかったですね。もち米は最高だわバンコクじゃないやラオスは伝統的にもち米をね食べる文化があるらしいんですけど、それがね本当に美味しかった。懐かしい感じ、すごく懐かしい感じがして超美味しいということでね、ゆるりとこう雑談ラジオを撮ってみましたけど、いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、うんぬんかんぬんよろしくお願いします。そして多分これバックにねラオスの映像を映してアップする気がするのでね、もし YouTube で見てる方はそちらも。以上、中村直樹でございました。